2026年春、韓国のある地方都市の小さな介護施設で、信じられない出来事が静かに起きた。その日の昼食時、施設の食堂に差し込む柔らかな光の中で、一人の老人が席に着いた。白髪の男性はいつものようにゆっくりと椅子を引き、テーブルに両手を置いた。その瞬間、向かいの席から視線を感じた。顔を上げると、そこに一人の老女がいた。二人はしばらく何も言わなかった。ただ、じっと見つめ合っていた。施設のスタッフも、他の入居者も、最初はその沈黙に気づかなかった。しかし食堂全体に、何か特別な空気が漂い始めた。男性の口が、ゆっくりと動いた。名前を呼んだ。58年前に覚えた。その名前を、老女の目に、みるみる涙が溢れた。声も出なかった。ただ、小さくうなずいた。その一つのうなずきが、半世紀以上の時を一瞬でつなぎ合わせた。二人が最後に会ったのは、1968年の秋だった。韓国の小さな田舎町で、わずか3ヶ月だけ共に過ごした若い恋人同士、事情があって離れ離れになり、そのまま別々の人生を歩んできた。互いに結婚し、子育て、伴侶を見送り、年老いた。そして偶然にも、同じ介護施設に入居し、同じ食堂の、ほぼ同じ席で向かい合うことになった。神様が用意したとしか思えない。再会だった。その後の二人の日々は、劇的ではなかった。大きな事件もなかった。ただ毎日、食事の時間に同じテーブルに座り、小さな話をした。昔の街の話、好きだった川の話、若い頃に聞いた歌の話、言葉は少なくても、隣にいるだけで十分だった。残された時間は短いかもしれない。それでも二人は、穏やかに笑っていた。58年分の寂しさを、静かに埋めるように、この物語は、奇跡でも作り話でもない。韓国のある施設で、本当にあった出来事だ。では、この二人はそれぞれどんな人生を歩んできたのか。次は、二人それぞれの物語を紹介しよう。1968年、韓国の小さな田舎町に、一人の青年がいた。名前はジョンシク。当時22歳。農家の長男として生まれ、毎朝畑に出て、夕暮れには川沿いの道を歩いて帰る。そんな静かな暮らしを送っていた。口数は少なかったが、笑うと目が細くなる。穏やかな顔をした青年だった。同じ町に、ヒョンスクという20歳の女性がいた。仕立て屋を営む家の三女で、針仕事が得意だった。おしゃべりが好きで、笑い声が大きくて、どこにいても場が明るくなるような人だった。彼女が通ると、町の人たちは自然と顔をほころばせた。二人が出会ったのは、町の小さな祭りの夜だった。屋台の灯が川面に揺れていた。ジョンシクは一人で歩いていて、ヒョンスクは友人たちとはぐれていた。ただそれだけの偶然が、二人を引き合わせた。最初は言葉もうまく続かなかった。でも川のそばに並んで腰を下ろし、水の流れる音を聞いているうちに、不思議と沈黙が苦にならなくなった。気づけば夜が深くなっていた。それから3ヶ月間、二人は会い続けた。農作業を終えたジョンシクが、夕方にヒョンスクの家の近くで待つ。彼女が縫い物を片付けて出てくる。二人で川沿いを歩く。ただ、それだけだった。特別なことは何もなかった。でもその時間が、二人にとっては確かな宝物だった。しかし時代は、若者たちに穏やかな時間をいつまでも許してはくれなかった。ジョンシクに、都市部へ出稼ぎに行かなければならない事情が生まれた。家族を養うためには、もうここにいられない。そう決断した夜、彼はヒョンスクにそれを告げた。ヒョンスクは泣かなかった。ただ小さくうなずいて、いつか帰ってくるとだけ聞いた。ジョンシクは、帰ると言えなかった。言葉の代わりに、ただ彼女の手を一度だけ握った。それが、二人の別れだった。その後、それぞれの人生が続いた。結婚もした。子も持った。忙しい日々の中で、あの川辺の夜は、心の奥に静かにしまわれていった。しかし消えたわけではなかった。58年という歳月を超えて、その記憶は確かに生き続けていた。次は、二人がそれぞれどんな人生を歩み、そしてどのようにして同じ場所へとたどり着いたのか、その道のりを見ていこう。二人は、それぞれ別の道を歩んだ。チョルスは、その翌年に軍へ入隊した。
除隊後は故郷を離れ、ソウルの工場に職を得た。慣れない都会での暮らしは決して楽ではなかった。それでも歯を食いしばって働き続けた。30代の初めに職場の先輩に紹介された女性と結婚した。穏やかな人だった。2人の息子にも恵まれた。忙しい日々の中でチョルスは父親として夫としてただ前だけを見て生きた。スニは別れた翌年に村の農家の息子と見合い結婚をした。夫は寡黙な人だったが真面目で誠実だった。子供を3人育て田畑を守り、季節の変わり目ごとに体を動かし続けた。派手さとは無縁の人生だった。しかしそれがスニの生き方だった。やがて年月が積み重なり、2人はそれぞれ伴侶を見送った。子供たちも自分たちの家庭を持った。残されたのは静かになった家と老いていく体だった。チョルスが慶尚南道の小さな老人ホームへ入所したのは2025年の春のことだった。息子たちが心配して手配した施設だった。スニが同じ施設へ入所したのはそれから3ヶ月後のことだった。娘の勧めでやむなく決めた選択だった。2人はまだ互いのことを知らなかった。入所から数日が経ったある朝、スニは食堂の椅子に静かに座っていた。いつもと同じ席だった。窓から差し込む光がテーブルの上で柔らかく揺れていた。そこへ一人の老人が杖をつきながら入ってきた。スニはふと顔を上げた。何かが止まった。老いた顔だった。背も曲がっていた。それでも何かが確かに引っかかった。目の形、歩き方、あの夏の川辺に立っていた少年の面影がその老いた顔の奥に見えた気がした。チョルスもまたその視線に気づいて立ち止まった。互いに声が出なかった。長い沈黙だった。やがてチョルスがかすれた声で小さく名前を呼んだ。58年ぶりにその名前を口にしたスニの目に静かに涙が浮かんだ。2人の間に流れた時間はあまりにも長かった。しかしその瞬間、その時間は全てここへ向かうためにあったように感じられた。これが再会の始まりだった。しかしこの後すぐに2人は思わぬ困難に直面することになる。再会の喜びはしかし長くは続かなかった。チョルスとスニが同じ施設にいることはすぐに職員たちの間で話題になった。2人が食堂で並んで座り静かに言葉を交わす姿を誰かが見ていた。やがてそれぞれの家族の耳にも届いた。チョルスの息子は顔を曇らせて施設を訪ねてきた。スニの娘もまた複雑な表情で母の部屋を訪れた。家族たちは2人の関係を快く思わなかった。老いた親が見知らぬ異性と親しくすることへの戸惑い、それは心配とも恥ずかしさとも言いようのない不安とも混ざり合った感情だった。もう年なんだからおとなしくしていてください。チョルスは息子にそう言われた。静かな声だったがその言葉は深く刺さった。スニもまた娘から遠回しに言われた。お母さん変な風に見られるよと。2人はしばらく食堂で同じ席に座ることを避けた。廊下ですれ違っても軽く会釈するだけになった。話しかけることも隣に座ることも自分たちで制限した。それでも季節は変わった。春が来て施設の庭に小さな花が咲いた。ある穏やかな午後、チョルスは一人ベンチに座って空を見ていた。しばらくしてスニが隣のベンチに腰を下ろした。示し合わせたわけではなかった。ただ気づいたらそこにいた。2人はしばらく何も言わずにいた。やがてスニがぽつりと言った。綺麗ね、今日の空。チョルスは空を見上げたまま小さく答えた。ああ、綺麗だ。それだけだった。それだけで十分だった。その日を境に2人は少しずつまた言葉を交わすようになった。家族の目を気にしながらも無理に距離を置くことをやめた。58年という時間が2人に教えていた。残された時間はもう多くはない。それならば穏やかに正直に生きたいと。チョルスはある日スニにこう言った。一緒にいるだけでいい。それだけで十分だ。スニは黙ってうなずいた。その目には涙はなかった。ただ深い安堵があった。2人はそれからゆっくりと静かな時間を積み重ねていった。それは恋愛とも友情とも違う何か名前の付けられない
そしてその日々の中に2人はやがて本当の意味での幸福を見つけることになる。2人の時間は静かにしかし確かに積み重なっていった。チョルスは毎朝食堂に少し早めに着いた。スニが来る前に彼女の好きな席を確保するためだった。窓際の日の光が柔らかく差し込む場所、それだけのことだった。でもその小さな気遣いの中に2人の関係の全てが詰まっていた。スニも気づいていた。何も言わなかったけれど必ずその席に座った。そして静かに微笑んだ。言葉はいらなかった。午後になると2人は施設の庭に出た。ベンチに並んで座り、遠くの山を眺めた。話すこともあった。黙っていることもあった。どちらでもよかった。沈黙が苦にならない相手と過ごす時間はそれだけで贅沢だった。チョルスはある日こう言った。あなたといると時間の流れ方が違う気がする。スニは少し考えてから答えた。ゆっくり流れるでしょう。そう。でも短く感じる。2人は顔を見合わせて笑った。シワだらけの顔で子供のように笑った。それがこの季節で一番美しい光景だったかもしれない。施設のスタッフたちも2人の変化に気づいていた。チョルスは食事をよく食べるようになった。スニは夜よく眠れるようになったと話した。主治医は首をかしげながら言った。何かいいことでもありましたか？スニはただ、ええ、少し、と答えた。春が過ぎ、梅雨の季節が来た。雨の日は外に出られなかった。その代わり、2人は廊下の隅にある小さな椅子に並んで座り、窓を打つ雨音を聞いた。チョルスが昔の歌を口ずさむと、スニがそれを覚えていた。58年前に一緒に聴いた曲だった。まだ覚えていたんですね。忘れたことはなかったから。その言葉は歌よりも静かに、しかし深く、チョルスの胸に届いた。これが幸福というものか、とチョルスは思った。大げさなものじゃない。誰かがそばにいて、雨音を一緒に聴いている。それだけのことが、こんなに温かい。しかし、穏やかな日々というものは、いつも永遠には続かない。夏が終わりに近づいたある朝、スニはいつもの席に現れなかった。チョルスは窓際の椅子に一人で座り、庭を見た。日の光は変わらず柔らかかったのに、その朝だけは、どこか冷たく感じた。スニがいなかった。チョルスはその日の朝、いつもより早く食堂に来ていた。窓際の席、二人が毎朝座る、あの場所。しかしスニの姿はなかった。職員に聞くと、体調を崩して部屋で休んでいるという。大事ではないと言われた。でもチョルスの胸には、小さな不安が引っかかったまま離れなかった。その日の昼も、夕方も、スニは来なかった。チョルスは食事をほとんど残した。味がわからなかった。誰かがそばにいることに慣れてしまうと、その不在がこんなにも重くのしかかるのだと、老いた体で初めて知った。3日が過ぎた。スニが食堂に戻ってきたのは、4日目の朝だった。いつもより少し痩せて見えた。歩みもゆっくりだった。それでもスニは、窓際の席を目指してまっすぐ歩いてきた。チョルスはすでにそこに座っていた。スニは何も言わずに向かいの椅子を引いた。腰を下ろして、一度だけ深く息をついた。チョルスも何も言わなかった。ただ、湯飲みをスニの前にそっと押し出した。白湯だった。暖かかった。スニは両手でそれを包んで、小さくうなずいた。それだけだった。それだけで、二人の間に流れていた緊張が、静かにほどけていった。チョルスはその時、一つのことを悟った。支えるというのは、大きなことをすることじゃない。ただそこにいること、あの席で待っていること、それだけが、この年齢になって自分にできる、唯一の誠実さなのだと。スニが体を崩した3日間、チョルスは何度もこの場所を離れようとした。もう深入りしない方がいい、と思った。残された時間は短い。深く関わるほど、別れは辛くなる。しかし足は動かなかった。朝になると、体が自然に食堂へ向かっていた。スニのいない席を見ながら、それでも座っていた。待つことしかできなかった。でもその待つという行為が、チョルスにとっての精一杯だった。スニが戻ってきた朝、チョルスは悟った。逃げなくてよかった。と、二人は静かに朝食を食べた。窓の外では、夏の終わりの光が、柔らかく庭に降り注いでいた。
しかしその光の中にどこか秋の予感が漂い始めていた。季節は変わろうとしていた。そして二人の時間にもやがて小さくない変化が訪れようとしていた。季節が変わるとき、人は気づかないことがある。自分自身も静かに変わっていることに。チョルスはその朝、食堂の窓から庭を眺めていた。夏の終わりの光はまだ柔らかかった。しかしその柔らかさの奥に確かに秋の気配が宿り始めていた。巣にが戻ってきたこと、その事実だけでチョルスの胸の中に何かが動いた。恐れでも喜びでもなかった。もっと静かな、もっと深いところにある感覚だった。58年という歳月は長い。誰かを待ちながらそれでも前を向いて生きてきた年月だ。その間にチョルスは多くのものを手に入れ、多くのものを手放した。仕事も家族も体の自由さえも少しずつ遠ざかっていった。けれど失ったと思っていたものがまた目の前にある。それは奇跡と呼んでいいのか、チョルスにはわからなかった。ただ今ここにある事実だけが温かかった。巣にもまた変わっていた若い頃の面影はある。しかしその目の奥には長い時間が積み重なっていた。苦労も孤独も、それでも生き続けた強さも全部が静かに宿っていた。チョルスは思った。人は変わるものだ。でも変わりながらも残るものがある。あの頃二人はまだ何者でもなかった。夢だけを持ち不安だけを抱えていた。そして小さな町の片隅でほんの3ヶ月だけ時間を共有した。それだけのことだった。それだけのことが58年後にこうして続いている。チョルスは自分の選択を振り返った。あの別れの日、引き止めなかったこと、泣かずに笑って見送ったこと、それが正しかったのかどうか今もわからない。でもその選択があったから今がある。遠回りをしたからこそこの場所にたどり着いた。スニがゆっくりと席に座った。二人の間に言葉はなかった。ただ同じ光の中に並んで存在している、それだけで十分だった。窓の外で一枚の葉が風に揺れた。まだ緑だったが端がほんの少しだけ色づいていた。秋はもうそこまで来ていた。そして二人の物語にも静かな、しかし決定的な瞬間が近づいていた。その朝、食堂の窓から差し込む光はいつもより柔らかかった。チョルスはいつもの席に座っていた。トレーを前に置いたまま手を動かさずにいた。何かを待っているわけではなかった。ただそこにいた扉がゆっくりと開いた。スニが杖をつきながら入ってきた。介助の職員が隣に寄り添っていた。スニの視線はまっすぐ前を向いていた。そして二人の目が合った。その瞬間、時間が止まった。58年という歳月が一枚の薄い膜のように溶けていった。シワの奥にあの頃の面影が確かにあった。チョルスには分かった。スニにも分かった。誰も何も言わなかった。チョルスはゆっくりと立ち上がった。膝が痛んだ。それでも立った。スニは足を止めた。杖を握る手がかすかに震えていた。チョルスは隣の椅子をそっと引いた。声は出なかった。ただその動作だけが全てを語っていた。ここに座ってほしい。あなたの場所はここだ。スニはしばらくその椅子を見つめていた。それからゆっくりと腰を下ろした。食堂の中は静かだった。他の入居者たちはそれぞれの食事を続けていた。職員たちは気づかないふりをしながら目を細めていた。二人は並んで座っていた。チョルスが先に箸を取った。スニも静かに箸を手にした。言葉はいらなかった。謝罪も説明もいらなかった。58年分の問いも答えも今この瞬間には必要なかった。ただ同じ時間の中に共にいる、それだけが全てだった。窓の外、イチョウの葉が一枚風に乗って舞い落ちた。黄金色に染まったその葉はしばらく空中を漂い、そして地面に静かに降りた。秋は深まっていた。チョルスは視線を感じた。横を向くとスニが自分を見ていた。その目に涙はなかった。ただ穏やかな光があった。長い旅の末にようやく帰って
ってきた人の目だった。チョルスも微笑んだ。深いシワの中に少年の頃の笑顔が宿っていた。この2人の再会を誰かが記録していた。施設の若い職員がこっそりとスマートフォンを向けていた。その映像は後に多くの人の心を動かすことになる。しかしその日、食堂の中ではただ2人の老人が並んで食事をしていた。それだけだった。それ以上でもそれ以下でもなかった。それから2人の暮らしは静かに変わっていった。劇的な変化ではなかった。派手なことは何もなかった。ただ毎日の時間の中に少しずつ暖かさが戻ってきた。ソニは朝が楽しみになった。食堂に向かう廊下を歩くとき、足取りが少し軽くなった。それだけで十分だった。チョルスも同じだった。窓の外を眺める時間が以前より長くなった。何かを待つように穏やかな顔で外を見ていた。2人は毎朝同じテーブルに座るようになった。誰かが決めたわけではなかった。自然とそうなっていった。食事をしながら言葉を交わすこともあった。黙ったままただ並んでいることもあった。どちらでもよかった。ある日の午後、施設の庭で2人が並んで座っているのを職員が見かけた。ベンチに腰掛けて空を見上げていた。何を話しているのか遠くからは聞こえなかった。ただ2人の肩が同じ方向に向いていた。58年という時間は長かった。その間にそれぞれが背負ってきたものは計り知れない。喜びも悲しみも後悔も疲れも全てを抱えたままここまで生きてきた。それでも今こうして同じ場所にいる。それは偶然だったのかもしれない。あるいは必然だったのかもしれない。どちらでももう関係なかった。ソニはある夜一人で日記を書いた。長い文章ではなかった。ただ一行だけ記した。今日も隣にあの人がいた。それだけだった。けれどその一行に全てが詰まっていた。チョルスは息子に電話をかけた。久しぶりの電話だった。息子が驚いた声で聞いた。どうしたの父さん。チョルスは少し間を置いて答えた。いや元気でやってるよと伝えたくてな。息子は何かを感じたのだろう。それ以上は聞かなかった。ただよかったと言って電話を切った。施設の中で2人の存在はいつしかみんなに知られるようになっていた。あのテーブルの2人、朝必ず並んで座っているあの2人、誰も詮索しなかった。ただ見守っていた。温かい目でそっと見守っていた。残された時間がどれほどあるかは誰にもわからない。それは若い人も老いた人も同じことだ。けれど2人には今明日が少し楽しみになっていた。それで十分だった。それが全てだった。次回この物語は最後の章へと向かう。2人がこの再会について初めて言葉にした日のこと。この物語を最後まで聞いてくれてありがとう。58年という時間を想像してみてほしい。それは一つの人生のほぼ全てに等しい。出会いがあり別れがあり、それぞれの道を歩いた。泣いた夜もあっただろう。忘れようとした朝もあっただろう。それでも2人はまた同じ場所に引き寄せられた。これを偶然と呼ぶことは簡単だ。でも本当にそれだけだろうか。人生のどこかに静かに続いている糸がある。目には見えない。触れることもできない。それでも確かにそこにある。2人の再会は何かを教えてくれる。遅すぎる再会などない。遅すぎるぬくもりなどない。人はどんな年齢になっても誰かと向き合うことができる。どんな時間が経っていても心はまた動き出すことができる。あなたの人生にももしかしたらそういう人がいるかもしれない。遠くなってしまった誰か、言えなかった言葉、すれ違ったまま終わってしまったと思っていた関係、それはまだ終わっていないかもしれない。老いた手と手がそっと触れたあの食堂の朝のように、人生は思いがけない場所でまた始まることがある。このチャンネルではこれからもそんな話を届けていく。
誰かの人生の片隅にあった小さくて深い物語を忘れられた感情をもう一度丁寧に拾い上げる物語を。もし今日の話があなたの心に何かを残してくれたなら、チャンネル登録といいねをお願いしたい。それが次の物語を届ける力になる。そしてコメント欄にあなたの言葉を残してほしい。どんな言葉でも構わない。58年を経て2人は再び同じ朝ごはんを食べている。それだけで世界は少し優しくなれる気がする。また次の物語で会いましょう。